皆さんこんにちは。聖夜保険の苔見沢です。今日は、こちら以前作りましたジオラマ風苔テラリウム、こちらの作品に少しちょっと異変がありまして、で、この動画を撮影しています。皆さん苔テラリウムを作った後によくいろいろなトラブルが出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、今回はですねちょっとショッキングな、問題が発生しました。何かというとですね、虫が出たんですね。でこの以前作った時のジオラマ風苔テラリウムの風景がすごく様変わりしましたので、その状況を動画にして、対処方法なども解説できればなというふうに思っています。ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、以前作った苔テラリウムの様子はですね、こちらの動画にありますので、こちらも見ていただければと思いますけれども、で作ってから多分4ヶ月ぐらい経った時ですかね。それまですごく順調に苔テラリウム育てられていまして、で中に使っている苔も何もトラブルなく、茶色に変色したりすることもなく、すごくみずみずしい感じで育成できていたんですけれども、である日ちょっと様子があれってなったのが、高野の万年草とか使ってたんですけれども、高野の万年草の葉っぱ枝とかが落ちてですね、で何かこう荒らされたようなそんな状況になってきて、あれと思ってたら、他の風景に見立てていたアラハシラガゴケのコロニーのままちょっと移植していた苔で風景を作っていたんですが、移植法でコロニーごとこう載せてたんですけれども、でその苔がですねちょっと穴が開いてきたりとかして、でこう掘り起こされたりとか、そんな状況がどんどん続いてですね、これはおかしいなということでいろいろと調べてみました。で今どうなってるかというとですね、結構ショッキングなんですけれども、見ていただければと思います。こんな感じです。これなかなかショッキングな感じだと思うんですけれども、まず全体に茶色くなってますよね。この上の方ですね、この高野の万年草なんかももう全部枝が茶色くなってます。このちょっと裏の方はまだ緑なんですけれども、ちょっと分かんないかな、この裏の方ちょっと緑なんですが、こんな感じですね。こういう感じでございます。こちらはですねまだ比較的綺麗な状態ですね。ここは何もダメージなかったんですけれども、この高野の万年草茶色くなってしまったりとかで、この辺ですね、枝がいっぱい食い荒らされてますよね。この辺ね、はい、バキバキにやられてます。んでもうこれですね、これも無残な姿になってますね。こちらもこの無残な姿に高野の万年草が食い荒らされてしまっています。それで大笠苔なんかも茶色くなってますよね。でここの高野の万年草も茶色くなってしまって、でここ裏の方はまだちょっとこう緑のまま維持できているんですが、こんな感じでやられてます。でこの辺なんかはもう全部体的に茶色くなっていて、このヒノキ苔なんかも茶色くやられてますよね。でこの辺に結構その穴がボコボコ開いて、この辺に穴が開いてるんですけれども、これ全部虫にやられてました。この辺もこの虫がこう開けた穴ですねがありますですね。こういう感じです。なんとなく異変が出てきてから全然最初どんな虫が原因なのかが分からなくてですね、昼間はその虫出てくることもなくて、こうじーっとこの中見てみたりとかしてるんですけれども、全然虫の気配がなかったんですけれども、朝起きて見てみたら、必ずどっか荒らされてるみたいな状態でした。何日間かこう張ってたんですけれども、で夜中にですねついに虫を見つけることができてですね、この辺からこうポコッと顔を出してたと思う。でその虫をなんとか1匹捕まえて駆除しました。その虫がこちらの虫です。この虫は、その辺によくいるヤスデですね。ヤスデがいました。で作ってから数ヶ月、4ヶ月ぐらい経ってるんですけども、それまで一切虫の被害がなかったんですけれども、やっぱり暖かくなってきて、どれぐらい、6月後半ぐらいからですね、急に
こう荒らされて始めたので、もともとこの使ってる苔は全部コロニーの状態で水につけて、で防虫剤ですね、何度にもちょっと浸して、虫の処理とかもきちんとしていました。で土なんかもきれいに落として、でなるべく虫の影響がないように頑張って処理はしていたんですけれども、それでも虫が出てきてしまいました。虫の卵っていうのはなかなかそうですね、駆除しにくいものの一つで、おそらく植え付けた時は、虫はいなかったはずなんですけれども、でおそらく卵が残っていたんでしょうね。でそれで暖かくなってその卵が孵化してしまって出てきたというような状況ではないかなというふうに思います。それで、一匹その安手を捕まえて処理してですね、安心していたんですけれども、そしたらこの辺に植えてた高野の万年草、まさにこれですね。これがどんどん食い荒らされていくんですね、その後も。でまだいるなと思って、でそこからまた何日間か張っていたところ出てきた虫がこちらです。この虫がキマワリという虫の幼虫だそうです。僕は初めてこの虫を見たんですけれども、結構元気でですね、なかなか出てこなかったんですけれども、夜中3時ぐらいですかね、ライト片手にこう見てみたら、この辺から尻尾が出てたので、キュッと捕まえたんですけど、割と元気にビクビク動くぐらいの結構息が良かったです。ですいません、虫が苦手な方は申し訳ないんですけれども、こういった虫の被害に遭っていたという状況です。その後にその虫がいることは分かっていたので、防虫のためにいろいろ対策をしました。その対策の影響でですね、もともとは苔自体は元気だったんですけれども、食い荒らされているだけでですね元気だったんですが、いろいろ対策していく中でその薬害にやられてしまって、苔がこの上の方ですね、特にこうなってしまったというような状況です。虫にまずやられて、で苔が食い荒らされてしまって、その後に防虫のために防虫剤をかけていたところ、薬害で苔がやられてしまったというような状況がこちらです。防虫は何を使ったかというと、こういうものですね。ヒバ油とかヒノキオイルですね。こういったものを水に溶かしてシュッシュとしていたんですけれども、ちょっとやっぱりですね、濃度が濃すぎたのか、回数が多かったからなのか、薬害が起きてしまいました。よくコケテラリウムではカビの防止だったりとか菌のですね防止にこういうヒノキオイルとかヒバオイルっていうのを使うと有効なんですけれども、やはりコケは繊細な植物なので薬害にやられてしまうということもあるんですね。でもともとこれすごく綺麗だったんですけれども、全部コケがアロマオイルをスプレーしてから3日ぐらいでもう抹茶茶になってしまいましたというような状況です。でヒノキオイルとかこういったヒバ油非常に有効なんですけれども、倍率をですねかなり薄くして使わないとこういう風になってしまいますので、皆さんもお気をつけください。これがヒバオイルですね。こちらがヒノキオイル。このスプレーボトルに作っていますけれども、苔に使う場合は通常のアロマオイルのようなスプレーを作るんだとアルコール入れたりする場合があるんですけれども、苔に使う場合はアルコールは入れません。もう水とこちらのオイルだけですね。でこちら 100ml のボトル、こちら 50ml のボトルなんですけれども、だいたいもうほぼ水を入れていただいて、この中に 2,3 滴入れるぐらいで OK です。それで十分香りも立ちますし、効果も非常にそれで十分効きますので、あまり入れすぎないようにしてください。入れすぎるとこのように茶色くなってしまいますので気をつけてください。でヒバ油ですね。ヒバ油とヒノキオイルなんですけれども、いずれもですねこのヒノキチオールっていう成分が中に含まれています。でヒノキの木のそのヒノキチオールという成分が植物全般に効きます。育成状況にいいというふうに言われています。でこれちょっと普通に売られてる市販の植物の元気にするスプレーなんですけれども、これも
希釈、1000倍ぐらいに希釈されたものなんですが、これもですね、植物エキスでヒノキ、松、大箱とかのその抽出した、植物エキスが入っていて、植物全般にいい効果をもたらしてくれるというふうに言われているんですけれども、実は苔もですね、こういうヒノキの成分とか杉の成分ですねが育成にいいんじゃないかというふうなことを言われている人もいます。研究でそういうエビデンスが出てるものではないかもしれないんですけれども、こういうホソバオキナゴケとかアラハシラガゴケとかですね、そういった苔の多くはヒノキの木とか杉の木の根元に生えていたりする苔が多いですよね。それで高野の万年草もそうですし、こういうヒノキゴケとかもそうなんですが、そういうヒノキとか杉の木の下に、落ち葉が落ちるような環境に生えていたりすることが多いですよね。なのでこういうヒノキ油とかヒバ油の成分は苔に非常にいいんじゃないかなと私も思っています。定期的にあげるようにしてますね。で、栽培している苔についてはこういうものを定期的にあげて経過を見ていますが、非常にいい育成状況ではないかなというふうに私自身思っています。ただ苔テラリウムの環境の場合は自然の環境と大きく違うところがですね、この中に全部閉じ込められてしまって循環することがないんですね。その水とかその成分がですね。なのでこういう本当に閉ざされた環境の中でこういった薬を使う場合はかなり薄くして使っていきましょう。でないとこのように薬害が出やすくなります。あとはこういったベンレートですね。これはホームセンターで買ってきたのでちょっと大きめの袋に入っているんですけれども、ベンレートはカビとか菌によく効きますので、私は作品作り終わった段階で全体的にシュシュシュとかけますし、植え付けてる段階とかでもこのベンレートは苔に直接振りかけたりして使っています。これもカビのトラブルとか、菌のトラブルには非常に効きます。でこれ殺虫剤ではないので虫を殺したりする効果はないんですけれども、カビとか菌の予防には非常にいいですね。ヒバ油とかヒノキ油もこれは殺虫剤ではないので、これも当然虫は殺すことはできないんですけれども、嫌がって出てくるっていうような効果があったりとか、虫を逃がすような効果は十分にありますので、たまに使っていかれるといいかなというふうに思います。ただ薬害には注意ですね。こうなってしまうのでというところです。で今日はちょっとショッキングな内容だったんですけれども虫にやられましたという動画を、ご紹介解説しました。ただ大きい作品でなくても小さい作品でもですね、虫の混入とかっていうのはリスクは皆さん誰でもあるはずなので、そういったことを予防するために一番大事なのはこういったオイルとかもあるんですけど、まず苔の処理ですね。使う苔の処理を使う前にきっちり洗うっていうことと、で虫の混入などないかどうかしっかりチェックするというのと、で使う前の段階でこういう防虫のためのこういうオイルを使って、できる限り虫を除去するということが大事です。私は今栽培している苔などは栽培品種なので虫の混入がそもそも栽培の段階で少ないのと、出荷の段階でかなり防虫対策、菌の対策、カビの対策をしてますので、ほぼ虫のリスクはないかと思いますが、皆さん山で自然採取してきた苔などを使う場合は非常にこの虫のリスクが高い苔を使っているんだというふうに思っていただいて、で自然採取した苔を使う場合はこういった苔のトラブル、虫のトラブルですねが非常に、起きやすい。皆さんご注意いただければというふうに思います。で、次の動画では今回の虫の混入の話をメインにしたかったんですけれども、こういった薬害のお話をですねしていきたいと思います。でこの作品以外にヒノキオイルとかこういうアロマオイルとかの被害にやられたものとかもありますし、で虫以外のトラブルなんかも結構起きていたりすることもあるので、そういったトラブル系の苔テラリウムでよくあるトラブルなんかをまたご紹介しながら、そういった対策もご紹介できればなというふうに思っていますので、また動画を見ていただければと思います。こちらの苔はですね、この下の部分はちょっと残しつつ、この上の部分ちょっとリメイクしてやっていきたいなというふうに思いますが、おそらくですね下の方から回復するんじゃないかなとも思っていますので、
ちょっと一旦このまま置いておきます。この上の伸びてる苔はですね、変えますけれども、この辺はちょっと様子を見ながら、ちょっとリメイク考えていきたいと思います。では最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。